本日の動画は自律神経失調症の3大要因というテーマでお話しします。この動画を最初から最後までしっかりと見ていただくことで、あなたが日頃行っている生活習慣、行動がいいのか良くないのか見極めることができるようになります。なぜあなたの自律神経失調症がなかなか改善しないのか、どのように自律神経失調症と向き合えばいいのか、そしてわからないから来る不安も軽減できると思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、こんにちは。野村整骨院長の野村明です。自律神経失調症といえば、自律神経の乱れから来る様々な症状。身体的な症状ですと、動悸、息切れ、めまい、耳鳴り、頭痛など、肩こり、喉の不快感、吐き気、下痢、便秘、だるさなどの疲労感、眠れない、頻尿、残尿感、冷え、むくみなど、精神症状ですと、イライラ、焦り、憂鬱、不安感、落ち込み、やる気が出ないなど、そしてこれらが重症化すると、うつ、不眠症、不安障害、パニック発作など、それらに発展する可能性があります。このような症状で病院に行くと、何かしらの病気が見つかり、その原因が分かれば、その治療を行えるので、病気が見つかるということは悲しいことだと思いますが、まだ納得はいくと思います。しかし、何も見つからないと、大抵の場合、お医者さんの言葉は決まって、どこも悪いところがありませんと言われると思います。こんなに辛い症状がいくつもあるのにどこも悪いところがないと言われると当然納得できないと思います。私から言わせればないわけないんですけどね。どこも悪いところがありませんという言葉の裏には、病院の検査では原因を特定することができません。つまりわからないということになります。そんな時につく診断名が自律神経失調症です。この自律神経失調症という診断名、実は日本にしかありません。日本特有の診断名なんです。外国には存在しないので、自律神経失調症というのはとても曖昧な病名と言えるかもしれません。曖昧ですから、かかった医師によってはその治療方針は千差万別です。曖昧な病名をつけるということは、いい加減とも柔軟性があるとも言えるかもしれません。いい加減な病名として診断された場合、そのままいい加減な治療をされてはたまりませんし、反対に柔軟性のある診断名として診断された場合、体と心の両方から柔軟性のある治療をしてもらえると思います。また、この自律神経失調症をうつと診断される医師もおられます。自律神経失調症で薬が出ることはあまりないと思いますが、うつと診断されると処方箋、薬が出されると思います。薬が出ると何かしらしてもらったような感じで、患者さんであるあなたはこれを飲めば治ると思われるかもしれません。ですが、これを見られているということはということですよね。ではなぜなかなか改善しないのか。それはそもそものアプローチ方法が間違っているからです。自律神経失調症を治そうとするならば、体からアプローチする。もう体が全てと言っても過言ではありませんと私は考えています。自律神経失調症の原因のほとんどは精神的ストレス。同じようにストレスを受けても自律神経失調症になる人とならない人がおられます。これはなぜなのか。精神的ストレスがかかると体はどう変化するのか。これには体の循環が関係しています。自律神経失調症の3大要因と言ってもいいと思います。これらが悪くなることで自律神経失調症の特有の様々な症状が現れるわけです。一つは血液、二つ目はリンパ液、三つ目は脳脊髄液、そして最後4つ目、呼吸という空気の循環です。3つと言いながら4つ言いましたが、最後の空気の循環、呼吸ですね。これは最初の血液のプラスアルファと思ってください。脳を含めた神経系というのは大量の酸素を必要とします。ですから呼吸がしっかりとできずに酸素が脳に運ばれなくなることで、自律神経を含む神経系がちゃんと働けなくなります。これは血液の循環とも関わりがあります。酸素は血液によって運ばれますから、この血液の循環と呼吸というのは非常に密接な関係があります。リンパ液というのは体の老廃物を運ぶ役目と免疫系に深
深く関わりがあります。脳脊髄液というのは専門的になりますが、脳は水に浮いているという話を聞かれたことがあるかもしれません。その水のことを脳脊髄液と言います。そしてこの脳脊髄液は脳や脊髄などの神経の中枢部分の老廃物の処理や栄養補給に深く関わりがあります。ですからこれらにアプローチしていかないと治るものも治らないということになります。私はこれらの循環を改善しないことには自律神経失調症は改善しないと考えています。ですから今後もこの循環ですね、自律神経失調症の三大要因ともいえるこれらの循環を改善する方法を中心にお伝えしていきます。ぜひご期待ください。また、これまで自律神経失調症の改善方法を私の動画でたくさん配信しております。再生リストはこちらに載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。そしてあなたが自律神経失調症の改善をと思って何か他の動画を見たり、本や雑誌などで情報を得ることもあると思います。その見る時の基準としては、これらの循環が良くなるのか、改善するのか、つまりこのエクササイズは、このストレッチは、この改善方法は、これらの循環が良くなるのかどうかというのを見極めていただきたいと思います。そして最後に注意点を一つだけ。自律神経失調症の方は強い刺激、激しい刺激は絶対に行わないでください。具体的に言うと、強く揉む、強く押すという行為です。自律神経失調症の方の体というのは非常にデリケートになっており、ほとんどの方は交感神経優位になっていると思います。ですので、強い刺激を入れすぎると交感神経がさらに刺激されて、ただでさえ自律神経のバランスが乱れているのに、さらにその自律神経のバランスを崩しやすくなります。ですから強い刺激というのは絶対に行わないでください。これについては近々詳しい内容の動画を投稿しますので、その時にチェックしていただければいいと思います。本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンもどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。